小西行長の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。商人道を貫いた異色の戦国武将。小西行長は堺商人の出身でありながら戦国大名にまで上り詰めた異色の人物である。小西行長の生涯を詳しく見ていこう。小西行長は1558年永禄元年泉州堺の豪商小西隆佐の次男として生まれた。行長は備前福岡の豪商安倍義貞の手代元禄の養子となり、商売のためにたびたび浮田直家のもとを訪れていた。その際に直家に才能を見出された行長は抜擢されて武士となり家臣として仕えている。羽柴秀吉が三木城攻めを行っている際、行長は直家から使者として秀吉のもとへ使わされている。この時秀吉からその才知を気に入られ、行長は21歳の頃に秀吉の臣下となって200石を与えられている。行長は力あくまで強く、知謀は秀に優れ、色白で背は高く尋常のものではないと言われ、単なる商人ではなかった。1582年天正10年の備中高松城攻めで行長は水上に軍船を浮かべて城に砲撃を加えるなど、秀吉も度肝を抜かれる活躍を見せている。そのために行長は10年ほどで秀吉に肥後熊本藩国24万石の大名に取り立てられている。また行長は熱心なキリスト教信者であったが、秀吉がキリスト教を弾圧した時は宣教師を保護している。行長は大阪にハンセン病治療所や孤児院を建設するなどの慈善事業にも貢献している。当時行長の小西一族をはじめ堺商人は東南アジアの物産を朝鮮を経由して明国へ輸出していた。また堺商人は当時国内で産出しない木綿を朝鮮から輸入することで巨万の富を得ていた。ところが朝鮮は交易の船の数を制限する政策を取り始めるのである。明国も建前としては海外との交易を禁止していたが、これには抜け道があり、朝貢という形を取れば貿易は可能であった。1592年、秀吉が朝鮮への出兵命令を出し、文禄の役が始まる。朝鮮出兵が始まった動機については諸説あるが、行長が秀吉に朝貢の再開を説得した可能性も十分にある。朝鮮の歴史書戦争実録には、明に朝貢したいのだが朝鮮が邪魔するので攻めに来たという小西行長の言葉が残されている。豊臣秀吉は朝鮮出兵に際して先陣には行長と残り肥後藩国の領主加藤清正を指名している。武功派の清正と商人出身者の行長は日頃から互いに嫌っていたのを知っている秀吉はわざと二人を競わせたのである。行長と清正は先を争って攻めたため、破竹の進撃でたちまち平城を占拠した。しかし明の援軍によって平城が奪還されるなど、戦いは泥沼化していく。
商人出身者の小西行長の戦争の目的は当初から朝鮮に一撃を加え国交を正常化することであった。そのために加藤清正や他の武将のように朝鮮人や中国人と徹底抗戦して国土を破壊すれば貿易は不可能となり目的は達成できない。そのために行長は初戦で勝利を収めると和平工作を模索した。そして明側の使者陳義慶と共謀して偽の講和文書を作成する。秀吉は明国に朝鮮の王子を人質にするとともに明の皇女を日本の皇后に迎えるなどを要求していた。一方の明国は朝鮮全土の返還と秀吉の謝罪を求めていた。和睦といっても全く要求が真逆でまとまるはずのない講和であった。しかし弁舌爽やかな行長の言動に騙された秀吉は大阪城で明国の使者を歓迎している。結局この嘘はバレて秀吉は激怒して再び慶長の役が始まることになる。行長は秀吉の月光を買ったが除名されたということは行長に代われるほどの人物はいなかったということになる。2度目の朝鮮出兵は途中で秀吉の死によって中止となる。行長は貿易によって日本を栄えさせるという三成の考え方に賛同していた。そのために行長は関ヶ原の戦いでは迷うことなく石田三成と共に西軍で戦ったが徳川家康に敗れ去る。キリスト教の信者で自殺できない行長は出頭して捕獲された。1600年慶長5年小西行長は石田三成安国寺会慶とともに京都六条河原で処刑された。享年46であった。戦国大名の中で最後まで商人道を貫いた小西行長の生き方は今現在も異彩を放ち続けている。